皆さんこんにちは。私の名前は愛です。今日はですね、第2弾の愛トークスをやっていきたいと思います。最近ずっとリアクション動画や購入品動画が多かったので、ちょっとなんか自分にもちょっとなんか飽きるかな、皆さんがちょっと飽きるかなと思ったり、でも自分もちょっとこれはちょっと良くないなと思って、毎回ちょっとね、なんか同じ系の動画をアップするのも、もう良くないなと思って、今日はちょっと、ただ喋るだけの動画をちょっとアップしていきたいと思うんですけど、はい。で、今週の週末は、ちょっと、オタクが多くて、オタ活みたいなこと、オタ活ではないんだけど、ちょっとイベントみたいな系があったんですけど、まずはその今年の9月から始まる仮面ライダーギーツの、制作発表があって、もうそれがもう私毎年の楽しみで、もう年2回の楽しみ。仮面ライダーとスーパー戦隊をなんかどんな人とかが出る、どんなスーパー戦隊、どんな仮面ライダーとかになるっていうのがもう毎年それが楽しみなんですよね。で、今年の仮面ライダー結構最近のやつとちょっと違って、ゲームみたいな感じで、まだちょっと制作発表を見たんですけど、あんまりまだちょっといろいろわかんないっていう感じで、ちょっと楽しみにしてます。はい。で、その何時間後にパンタのパンパンホップのファイナル公演みたいなのあって、でそれを見れたっていうのがすごい嬉しくって、私今回のさ、絶対なんかもうツアー中には絶対見れないだろうと思ったので、なんか見れたことにすごい嬉しかったです。すいません、水飲みます。で、アベマ TV で見れたんですけど、正直に言うとリージョンロックするかリージョンロックしてないか分かんなくって、それがちょっと毎回パンだって、正直に言うとギーツの、制作発表も結構不安だったんですけど、でも唯一ギーツの場合はバンダイのチャンネルだとなんかリージョンロックされてなくって、でパントのライブは基本全然リージョンロックされてなかったから、ちょっとすごいホッとしました。もうパンタのライブちょっと後悔してるのが、なんか下のテレビで見なかったことかな。私の部屋で見たんだけど、ヘッドフォン、なんか途中にちょっと耳が痛くなっちゃって、でも下まで見に行くのがちょっとなんか遅いかなと思ったり、なんか親にもちょっといろいろ申し訳ないなと思って、結局自分の部屋で見たんですけど、でうちのモニターが一応スピーカーがあるんですけど、なんか音なんか音があんま良くなくて、そうやったらもうヘッドフォンにした方がいいなと思って、はい、なんか次の日痛かったです。耳が痛かったです。でもすごい良かったです。楽しかったです本当に。最初のツアーみたいに半分ライブ半分なんかコント、舞台みたいな感じだったんですけど、でもそのさ、舞台の部分結構面白くて、なんかちょっとちょこちょこバックトゥザメモリーズで披露してた曲をなんか歌ってたりして、でもなんかオリジナルのプロットの話があって、それがすごい面白くて、すごい笑ってました。なんかケイコちゃん、なんかケイトくんが、ちょっと女装したんですけど、それがすごい面白くて、でもゆうせいくんのなんかゆうせいくんとケイコちゃんのなんかバカップルがバカップル姿がなんか可愛かったなと思いましたね。で、あとなんだったっけ、夏祭りのやつが結構面白かったな、最初の夏祭りの部分が、それが面白かったです。あと何だったっけ、オーバードライブをやったっていうのがすごい歌ってくださったっていうところがすごい嬉しくって、私オーバードライブ大好きなので、それがすごい嬉しかったですね。どんどんねデビュー曲とかになっちゃうと、どんどんね年を取るっていうか、as the years go by どんどんデビュー曲とかはね歌うことはなくなっちゃうから、なんかそういうのも歌ってくださったっていうところがなんかすごい嬉しくて、はい。
で毎回 Twitter で書いちゃうんですけど、バックトゥザメモリーズの時も書いちゃうんですけど、ライブ行きたいなと思って、もうガチで本当に行きたいんですよね。まあ、できればもうどういうんだろう、行けるんだけど、日本に行くとしたらもうクオリティがないし、でも自分がねポジティブとかになったら、で公演自体が中止になっちゃうとやっぱり全部ねお金の無駄だし、なんか全部パーってなっちゃうから、まだちょっとライブのために日本に行くのはちょっと怖いかなと思って、今年はやめたんですけど、できればね来年日本に行きたいなって思ってますね。実際そうできるかわかんないし、コロナが落ち着いてるかわかんないし、今がね多分日本では多分ピークだと思うので、もしかしたらこれを乗り越えればもうちょっとガチで普通に生活を戻れるかなとは思ってますね。アメリカだとほぼ普通な感じなので、マスクしてる人もすごい少ないし、でもマスクしなくてもいいので、私が住んでる州では。で私はいつもマスクしてるんですけど、母によるとね結局マスクはもう役に立たないみたいな感じで言ってるんですけど、母自身もマスクしてるんですけど、どうなるかはわからないですね。でちょっともう一つ話したかったのが、将来いつかなんか動画ね、皆さんがもしかしたらなんか動画のアイディアがあれば、ぜひ、教えてください。コメント欄で書いてください。で私がもうちょっといくつかちょっと動画のアイディアを考えてたんだけど、一番ちょっと話したいことが多分バイリンガル。全然オタクに対して全然関係ないんですけど、私がどうやって、バイリンガルの経験どうやって、英語を学んだかで、海外に住んでいる中、特にちっちゃい頃から住んでるとやっぱなんか忘れるって言われてるじゃないですか。その通りで、どうやってキープしてるかとかって言っていつかちょっと、話したいと思ってるので、はい、もしかしたらね正直すごいどうでもいいことだと思うんですけど、で英語を勉強したい人は、正直に言うと全然役に立たないとは思うんですけど、でももしかしたらね海外に住んでるお母様方とかがなんか子供を海外で子育てでバイリンガルにさせたいけど、なかなか英語だけしか喋っちゃうっていう悩みがあるお母様方が結構いると思うので、私の話ではなんかちょっと少しだけでも役に立てたらいいなとは思ってますね。簡単に言って私は多分ちょっと他のことは違うかもしれないんですけど、話がなんか大体海外に住んでる子って、みんながみんなじゃないと思うんですけど、多くの子はなんか補習校に行かされてるので、そこで日本語を勉強する子が結構いると思うんですけど、私は簡単に言うと行ってないので、いろいろちょっと事情があったので、それはねその動画にいつか多分話すと思うんですけど、でちょっとね人間関係がないんですよ、日本人のこと。本当になんかカリフォルニアに住んでた時は日本語学校とかそういうの行かなくても友達がいたんですけど、こっち引っ越していきなりいなくなっちゃって、もう知り合いとかもなかなかできずで、何だったっけ、もう知り合いとかは一応ね全然話したことないわけではないんだけど、なんかすごい仲良くなれたっていうのかはちょっとなーって感じ。仲良くはなれなかったぐらい、なんか同世代の子たちだったので、多分私の母とその子たちのお母さんとかは同い年だから、仲良くするやろみたいな感じで勝手に多分思われて、そういう感じはあったんですけど、なのですごいこの子が親しい友達っていうのが、日本人で親しい友達がずっといなくって、それはねいつか絶対話したいとは思ってるので、アメリカ皆さんがねもしかしたらさっき言った通りアイディアとかあったらぜひ教えてください。他に何あるかな。
多分これぐらいかな。で本当は今日多分この後に3本くらい動画を撮影しようかなと思ってたんですけど、さすがに1日で4本はちょっと私的にはちょっと多すぎるし、でしかもいろいろね、なんか購入品動画とかリアクション動画とかまだまだアップしてないやつが残ってるので、なんかちょっと撮影しすぎるとも多いかなと思って、今日は多分この後もしかしたら居酒屋エグザイルの動画を撮影して、それをいつかアップしてで次の日に私絶対平成ジャンプの「ビート・ア・デスティニー」のリアクションもアップしたいし、でサマーバイクものリアクションもアップしたいので、はい、まず私のリアクション正直言ってもらわないんですけど、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、はい、以上ですかね。本当にだからちょっと長すぎるのも皆さんにすごい申し訳ないので、はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。バイバイ。